Enter FM Tokyo Music Creator 今夜のゲストはロックバンドスパイエアのボーカル陽介さんです。よろしくお願いします。まずはじめましてですね。はい、はじめまして。よろしくお願いします。ご自身でもラジオをね、福岡の方で。そうですね、僕の出身地の FM 福岡さんの方で、レギュラーをやらせてもらってて、でも全然もっとおバカな番組。本当ですいいですよ。今日ちょっとそっち寄りに。いやって失礼か。なんていうんだ。今日は僕はおバカをやりたくないので一人で来ました。そうメンバーのケンタといつも2人でラジオやってるんですけど。一人だとそうならずに済むんです。一人は真面目に行きたい日だなっていう。全然。じゃあ今日はいい塩梅で東京ミュージック、はい、いい塩梅でいきましょうね。よろしくお願いします。はい、私の方から簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。スパイエアは陽介さん、ユージさん、もみけんさん、ケンタさんからなる4人組ロックバンド。2005年にオリジナルメンバーで結成され、2010年にメジャーデビュー。2023年4月に本日のゲスト陽介さんが加入し、現体制に。昨年リリースの劇場版配給ゴミ捨て場の決戦の主題歌オレンジはバンド初のストリーミング累計2億回再生を突破。その人気は日本にとどまらず、海外からも高い評価を集めるバンドです。ということで今日は陽介さんにいろいろたっぷりお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。陽介さんですね、2023年にオーディションでスパイエアに加入されたということですけれども、スパイエアの存在を最初に意識知ったのはいつだったんですか？でもそれこそ中学校ぐらいの時かな。なんか本当に僕のお父さんがすごいイタリアが好きなんですよ。だから俺の金で最後に行く家族旅行だっつって、イタリアに連れて行ってもらったんですよ。中学2年生ぐらいの時。イタリアのどこ行ったんですか？でもいろいろ行きました。もうなんかツアーで回って。素敵。でその時に行きの飛行機でたまたまスパイダーマンを見てて、でそれの日本語バージョンで見ると、主題歌がスパイのラブゲームって曲で、これめっちゃいいなと思って、でそっからいろいろ調べたら、それこそ銀玉歌ってんじゃん、配給歌ってんじゃん、でまあちょろっと本当ドメジャーなやつをもう本当数曲知ってるぐらい、でそこから自分はもう洋楽が好きだったので洋楽にのめり込んだんですけど、たまたまYouTube で見てたら、それこそもう本当にその当時好きだったそのラブゲームって曲を久々にYouTube で見ようと思ったら、下にその関連動画でスパイアのそのボーカルを探してるチャンネルが出てきて、でそこから意識しましたね、スパイアは。それを見つけたのはおいくつぐらいだったんですか？2022年とかなんで、何歳やったかな、23歳ぐらいの時。それでじゃあ意識してオーディション応募してみようと。そうですね、それこそその加入の1年前にもともとやってたバンドが解散して、でソロでやってたんですけど、まあなんかもう一回そのバンドのボーカルやれるんだったらトライしてみてっていう感じだから、そうですね、スパイアのボーカルになるというよりかもなんかバンドのボーカルになりたいみたいな。でまあそれでダメだったら一旦ちょっと音楽から身を引こうぐらいの感じではあったので、まあそこがなんか一個分かりやすい区切りかなっていうあれで、とりあえず応募してみたって感じです。でもやっぱりすごい勇気がいったんじゃないですか？いや全然本当に応募したみたいな動画撮った。そうだったんですね。逆にそれがなんか良かったのかもしれないですね。いやね、だって中学の時に聴いていた曲を演奏してた方々なわけじゃないですか。そこに入ってみるっていうのはまあ勇気がいることなんじゃないかなと私は思っていたので、でもまあ逆にそういう気持ちで入れたからこそなんか今があるのかなっていうふうに思ったり。そうですね、なんかどんどん審査が進んでいって、これワンチャン俺かなってなったぐらいの時からなんかこうちょっとドキドキし始めた。したぐらいそう、なんか陽介さんの人柄がなんとなく見えた気がしました今で実際その加入が決まった瞬間っていうのはこれどういうふうにお伝えがあったんですか？なんかそれこそレコーディングをしたんですよ。レイジオブダストって曲の、まあレコーディングをして、で終わった後になんかミーティングみたいな感じで、陽介で決まりですみたいな。で今日撮った歌は世に出ますみたいな。わー先に言ってよみたいな。鳥肌が。そうで
そこから8月にそれこそ Just Like This っていうイベントが富士急であったんですけど、だから4ヶ月ぐらいしかなかったのかな。だからでそもそもそんなに数曲しか知らない、やっべ曲覚えなきゃみたいなってなってました。だってそうですよね。 Just Like This 曲数が20曲そのあってもう 5,6 曲しか知らなかったので、一気にじゃあ そこまで数ヶ月で覚えましたね。いやてかそもそもそのねオーディションだと思って歌った楽曲が世に出ますって言われる時の衝撃ってちょっとえげつないですね。それメンバーの皆さんに言われたんです、ね、言われましたね。いやマジかよなんて言ったんですか、そのご本人たちには。そうまあ素直なわかりましたでもどうでした？そっちが嬉しかったですか？やっぱりもうそうですね、嬉しかったのと、やっぱここまで自分がまあもちろん福岡でやってたバンドはもう売れなかったけど、まあでもなんかやっぱこうやって何かしらその時はダメでもこうやって結果にはなるんだなっていうのは思ったので、続けてよかったなって思いました。すごい。でそこからそのスパイエのボーカルとして改めてそのなっていくための準備というか期間が始まるわけですね。その20曲覚えるの本当に大変だったと思うんですけど、どういう風にやってたんですか？もうひたすら歌って。なんかそれこそライブ用にハモリだったり、コーラスのデータを取らなきゃいけないので、僕の声で。そうですよね。まあそれを、まあ、当時はまだ福岡に住んでたので福岡のスタジオで撮りながら、前年とかはもうほぼニートみたいな状態だったんで、体力もないから体力もつけながらなんかジム行ったりとか、ジム行ったり水泳したり走ったりすごいやりながらっていうことはあったんで、でも本当それだけしかやることがなかったんで。いやとはいえですよ。いやだってボーカリスト、まあ、私も歌を歌ってるものですけど、やっぱりそのもともと違う方が歌ってた楽曲って、そもそもその自分とキーが合うか合わないかとか、そういうところから始まるじゃないですか。そこも合わせていったってことですか？まあ、最初はもう合わせるしかないですね。いろいろライブ映像とか見たりとか聞き込んだりとかして、やっぱりねその人ならではの良さが生かされるものとして多分世に出てきてたと思うから、それを陽介さんがそのご自身のものにしていくっていうのは、計り知れない努力があったと私は思います。でもそう全然っておっしゃるっていうのがまたすごいなと思うんですけどいやそうなんだ。それでじゃあ8月にそうですね、やりましたね。歌って、いやすごいですね。ちょっとその話またその8月のねそのJust Like Thisについてもちょっと後ほど伺えたらと思うんですけど、先ほどちらっとお聞きしました。陽介さんご自身は洋楽を聴くのが好きだった、洋楽が結構ルーツなんですか？そうですね、もう本当幼少期からそれこそ今日 T シャツ着てきたんですけど、キッスが大好きで、ずっと聴いてたんですね。でそれで小学校 1,2 年生ぐらいの時に、お父さんにお願いしてギターを買ってもらって、音楽がスタートするっていう感じです。キスを好きになったのはもう 2,3 歳、親御さんの影響ですか？もう完全に父親の影響で。やっぱりね親御さんが聴いてる音楽ってね、それしかなかったですもん、音楽が基本的に CD だったり自分の、周りに、そうなんだ。まあキスか、まあ、それこそ70年代のハードロックだったりと、まあ80のポップスも結構聴いてたので、やっぱそこがルーツでありますね。でそこから陽介さんの音楽が育まれていって、スパイエアになっていくということですね。いやちょっとなんか興味深い、もっといろいろ聞きたいんですけれども、ここからはですねスパイエアの近況についてちょっと伺っていきたいと思います。まずつい先日9月の27日28日の2日間で河口湖ステラシアターで単独野外ライブ Just Like This 2025が開催されました。2日間お疲れ様でした。ありがとうございます。 Just Like This とはスパイエアの野外単独ライブだけに冠されるタイトル。また同名曲はその野外単独ライブだけで披露されるバンドにとって特別な曲ということですけれども、この2日間実際やってみていかがでしたか？いや大変でしたね。大変でした？史上初の 2days だったんですよね。そうですね、だからもう全く違うセットリストにしてっていう感じだったんです。すっごいだからリハでめちゃくちゃ自分の中では仕上げてたつもりだったんですけど、やっぱそのステラシアターっていう、会場の独特な音環境もあったりで、
なかなか苦戦はしたんですけど、そうだったんですね。まあでも本当にいい会場で、もうなんか結構そのなんですかすり鉢状というか、もうお客さん一人一人の表情が一番後ろまで見えるような会場だったんで、すごくだからそのお客さんの笑顔に救われましたね。ああ嬉しい、ファンの人も嬉しいですちょっと嬉しいなと思います。いやじゃあやっぱり不安もあったんですね。それだって 2days やるってなって全く違うって、なかなかやっぱカロリーはすごく高いですもんね。なんかほぼ同じみたいなセットリストで2日間とかはもちろんあるんですけど、まあ、その場合こう1日目の反省点を2日目でこう生かして、意外と2日目の方がいいみたいな時もあったんですけど、今回全くそれができなかったので、そうですよね。もう結構1日目終わって、あーってなってました思ったことあるけど次は違う曲だしなっていうね、感情がね、やるしかねみたいなそういやこのね 2days、今回はその1日目は10年この Just Like This の10年を振り返るというテーマとして1日目を送って、で2日目は歴代のアニメソングを、セトリにしたということなんですけれども、こちらファンの反応はいかがでしたか？いやもうめちゃくちゃ盛り上がってましたね。びっくりするぐらい盛り上がってました。本当ですか？ちょっと普段と違う感じありました？全然違いましたね。待ってたぞこれをみたいな。そうなんですね。初日とかは特に。そうですよね。だって歴史を振り返るって、ね、ファンと今まで応援してきた人たちと、あとそのアーティストご自身たちと一緒に振り返れるっていうのはなかなか貴重なものですよね。そうですね。でなおかつ多分皆さんのいろんな記憶が多分蘇ってるよ、その曲ごとに。なんかそういう姿もあって涙してる人もいたんで、なんかまあそうだろうなって感じです。2日目はもうとにかくもうみんな多分もう知ってる曲だらけなので、もう大合唱でした。いいですね。みんなで大合唱は気持ちいいだろうなステラシアターで。いやね、そのちゃんとそのテーマがあって2日間なわけじゃないですか、だからそのボーカリスト的にはこの曲の後この曲きついとか、なんかいろいろもちろんやっぱりあったりするじゃないですか、そこら辺はその皆さんと揉んで組まれたんですか？そうですね。でもなんか基本的にはやっぱ会場の空気感、ボルテージのあれを優先にっていう気持ちであるので、まあそういう自分のそういう都合は一旦二の次って感じで、まずはその上がるか上がらないかっていうまず第一優先に置いて、でさすがにこの曲ちょっと一呼吸ないと無理みたいな時はちょっと締めてみたいな感じでそれやっぱり皆さん結構メンバー4人で話されたりするんですか？そういうことは。今回はそうですね、セットリストに関してはかなりもう考えて、もう最終リハでやっぱ順番変わったりとか、なんかそういうのもやったり、やっぱこっちの方がいいよねみたいな。そうなんだ、そうやって揉んで2日間無事に完走させたということで、でこの Just Like This 2025のテーマソングとして今かかっている新曲 Bring the Beat Back も9月に配信リリースということでおめでとうございます。こちらどんな曲になりましたか？いやでもなんか僕自身、初めてのアプローチっていう感じでこう、ブレイクビーツっぽい感じだったり、こういうなんだろうな、ちょっとこうダーク感なコードで速いテンポの曲ってなかなかやったことがなかったので、なんか最初はすごいそれこそユージからデモをもらった時はすごい新鮮でしたね。でもやっぱ好きなことやろうと思って、中間でシャウト入れて、自身のなんか色というか、そういうのを入れたりして、ライブでの反応は皆さんの。いやライブの反応がすごかったですね。すごい盛り上がりました。なんか本当にこの曲だけは指定席じゃなくてスタンディングにしてくれみたいな。そうなんだ。それぐらいもう皆さん体を動かしてるなって。いやでも本当盛り上がるための曲ですもんね。今だって私聞いてて喋りながらちょっと高揚してますもんなんかちゃんと DJ しなきゃとか思いつつ、今なんかこれライブで聞いたらめっちゃ気持ちいいだろうなって思いながらちょっと聞いてるので、すいません、ちょっとたどたどしかったらすいませんありがとうございます。やっぱりこの Just Like This ってもう10年されてますけれども、スパイエアの皆さんにとってはすごく大切なイベントなんですかね？そうですね。メンバーは多分
もう10回やってると思うし、僕はまだ3回目ですけど言うて、でもやっぱ最初にライブをしたところがジャストライクディスなので、やっぱその分思い入れも強いし、やっぱこう日々活動していってツアーだったりフェスだったりいろんなリリースだったりいろんなことを含めて活動はあるんですけど、なんかその中でこうジャストライクディスがあるっていうのはなんかすごい身も引き締まるし、そして何よりなんかこう一個なんかこう本当にホームのイベント、そこでやっぱ得られる安心感ってやっぱ普段のツアーのワンマンとはまた違うような空気感なので、なんか原点に帰れるみたいな、きっとそういう思いで、ね、本当に改めて感じさせれる場所ですね。素敵だ。そうか、ありがとうございます、そして、なんとライブといえばですね、来年のツアーも発表になっております、1月に仙台東京の振り替え公演を経て2月14日土曜日横浜ベイホールを皮切りに全国7都市を回るライブハウスシリーズ、また後日発表となるホールシリーズを開催、スパイエアツアー2026の開催が決定しております。おめでとうございます。7都市回るということで、いろいろその話も聞いていきたいと思うんですけれども、ちょっと今週はお時間となってしまいましたので、陽介さんには来週も登場していただき、お話を伺っていこうと思います、よろしくお願いします。今夜のゲストはロックバンドスパイエアのボーカル陽介さんでした。ありがとうございました。